この後とイカのそうめんです。新物の数の子と万願寺唐辛子の土佐あえになっています。トウモロコシをすり流しにして甘エビの昆布締めとキャビア添えてあります。スプーンでよかったらお召し上がりください。相当濃厚ですねこれ。芯で出汁を取ってミキサーにかけて伸ばすのにちょっとトウモロコシの芯を昆布出して一緒に合わせたのをちょっとのせるぐらいですね。あーうまっ。ポリポリ。やっぱ食感が今一番いいですね。水っぽくならないし、ギュッとしてます。ギュッとしてるんで、はい、でもそんなに塩味濃すぎないんで食べやすい。赤身7中トロさんぐらいな感じですごいさっぱり系で美味しい。皮目もカリッカリで身の方はふわとろで皮側と身側で表裏でひっくり返しながら焼くんですよね。ひっくり返しながら油を落としながら様子見て、でどこまで皮を焼くのかで身の焼き加減を考える。昆布でギュッと抜いてる感じじゃないですね。水分まだちょっと水分量ある。まだちょっといます、淡い、すごい重たくないですね。そうですね。やっぱ軽いっていうか、もうちょいしたら北海道のちょっと油ある大きめで養子も入ってくるので、その辺がちょっと安定したら行こうかな、どうしようかなと思いますね。口どけがすごい。つけてるから余計にちょっとねっとり感が。
大将のご経歴的にはお寿司だけじゃなくてちょっとそういう和食とか日本料理も経験はあるんですか？ありますよ。もともと最初スタートは和食屋さんで住み込みで働いてました。そうですか。6年間。予約はどういった経路で取ればいいですか？予約は直接電話か食べログとか一休とかテーブルチェックの3つの媒体ネットで取れますし、ネットで取れない当日前日なんかすぐ食べたいとかだったら電話でも全然対応できるので、で空いてたら別に当日でも。アイスは全然当日でもなんでこんなクリーミーなんですか？この時期がやっぱそうなんですね。岩ガキのこの牡蠣のミネラル感がね後半すごいくる。基本はもう夜営業のみですか？基本夜営業のみですね。一斉スタートはやってないです。じゃあ結構お客さんの都合に合わせてスタートは。やんわり 1.5 回でするかなとか、もう時間帯に合わせて空いたところでご案内するっていう感じなので、オープン時間は5時。5時から5時オープンの、ラストオーダーが9時っていう形になってますね。最終入店はまあ8時半とか9時ですね。はい。で、お店が閉店クローズになるのは11時。11時。でもやっぱりお客様の都合で合わせて動いていった方がやっぱ満足度も高いし、なんか行きやすいお店にしたいですもんね、うちは。ちょっと塩味強めにしますね。塩気が。でも口どけがいい。シャクッと感とトロッと感と甘い。うまっ。やっぱ島エビって甘エビ足すボタンエビ割る2って感じなんですよ。確かに。こっちの要素もあるんですよ。どっちですもんね。ブリッと感とねっとり感と。営業は夜のみで、お客さんのその都合に合わせてスタートをやっていただけるということなんですけど、基本はもうお任せですよね。コースで。基本お任せ1本でやらせてもらってます。で今この撮影当時の金額ですけど、今おいくらでやってらっしゃるんですか？税込みで24,200円。24,200円。はい。クリーミーですね。でも苦味が全然ない。白米と海苔の佃煮、そこに黒むつの油が染み込んでシンプルなように見えてすごい複雑な一皿だ。
ちょっと甘めですね、爪が。そうですね、多分自分が若干甘党なんですよ。なるほど。それもちょっと甘くなるかもしれない。最後包丁入れたじゃないですか。ああ、ちょっと歯切れいいように。なるほど。結構ずっしり、しっかりたっぷり入ってます。めっちゃうまいですね。でも赤黄色緑でいいですね、信号カラーで。結構塩味系ですね。塩が塩結構立ってますよ。パンチ強いと思います。かなり輪郭がはっきりして固めで、この時間になってもまだ硬い。これお米何使ってるんですか？宮城の一目惚れ。一目惚れ、一種類だけですか？一種類。米。お酢はブレンドしてます。赤と白。赤と白。一種類ずつですか？一種類ずつ。ちょっと待って、うますぎる。耳だから食感がまだ残ってて、で中におろし生姜少し垂らして入れてある。純菜も入ってますね。はい。でまたちょっとすだちと昆布ですか、このなんか。島田海苔。あ、海苔。青海苔です。へえ。お出汁もめちゃくちゃうまいですね。一番出して取ってうまっ。で追いがつをして、どれも美味しいんですけど、やっぱこの3つ目のイカそうめんがそうめんが本当お料理として完成されてらっしゃるんで、めっちゃうまい。てか出汁がうまい。上がかのこで、裏が縦。裏が縦ですね。生姜いいっすね。生姜でね、ちょっと甘みのある。またシャリの顔が全然変わりますね、はい2回来ると。そうなんです。シャリをすごい感じるし、シャリのお水も、はい、pH9.7 って言って超水のアルカリ性結構入ってるお水使って入ってますね。鹿児島の温泉水。へえ。やっぱそういう水何使うかでもだいぶ炊き上がりとか変わってきますよね。浸透圧がすごくいいので、だから多分驚くぐらい水の量は少ないです。大変でしたね、このサイズ感。まだこのサイズ感ですか？まあもうちょっと大きいのもあるんですけど、まあ、まだやっぱその新子食べてないっていう人もいるから、あえてちょっと小さいのを酔ってもらうっていう感じで、5尾いっちゃいますか？塩がっつり。いつ締めたやつ？今日フレッシュ。これでどれぐらい塩当ててるんですか？栗塩ですごく薄く6分で、酢は8対2の割り水を加水して、8が酢ですか？8が酢。そうです。お水が2枚。ちょっと薄くして。はい、ちょっと薄くして。それで大体3分から2分30秒ぐらい。やっぱ
最初ちょっと塩味あるかなと思うんですけど、新子なんでもう余韻がないです。いい意味でもうすっきり消えていくって淡い。もう見た目も味わいも最高です。結構油あるんです。油ある。塩38分。いやいつもよりちょっと多め、油が乗ってるから。酢が13から14分。4日寝かしてから使うとされてる。締めたものは4日寝かして、サバも1日塩と酢で当日作るじゃないですか。はい。それがもう筋目が出来上がるんです。そこから4日寝かしてから使い始める。新子寝かすことはあんまないですか？新子は寝かさないですね。基本寝かしても1日。フレッシュと4日っていう意味でもやっぱり若い子とちょっと年島な感じというか、余韻が違いました。こっち大人の方は残ってるですね、油が。違いますね。やっぱり新子の最初の時の塩味のインパクトはやっぱやんちゃな感じしましたもんね。ちょっと荒々しい感じというか。大将今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。めちゃくちゃいろんなお料理出て、なんか構成も本当につまみ握りミックスで美味しかったんですけど、寿司熊倉さんとしてこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところですか？少しでも寿司熊倉の良さを分かってもらえれば嬉しいなっていう料理とか接客とかっていうのはこだわりますね。だから絶対一斉スタートにしないし、その時その時のその人のストーリー、今日なんでここに来たかっていうのを少しでも汲み取って寄り添えるように接客してっていうのは前提。美味しいは当たり前なんで、よりいい空間と関係性を作れる寿司になりたいな。やっぱ季節変わるとまたいろいろ変わると思うんで、ぜひ。やっぱ季節感大事に出して。今日はごちそうさまでした。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。自分たちが完全天日塩にこだわる理由がこれで、素材とか料理方法に合わせて塩の味とか形、大きさをコントロールすることができるんですね。太陽光が 99% 以上透過するっていう特殊なフィルムを貼ってます。熱っ